皆さんいかがお過ごしでしょうか。こんにちは、オートウエストエンドです。今日はバンクーバーから1時間ほど離れたところにある農園にイチゴ狩りに来ました。この橋は1車線なので進行方向それぞれ交互に通行していきます。ヘッドライトを保護するためのフィルム、それを施工するためにヒートガンを買いました。今日はそれが届きましたので開封していきたいと思います。ところで先日取り付けましたミッド層のオーバーフェンダー、今のところ落ちてきたりとかね、そういうこともせずにいい状態を保っています。またプラスチック復活剤とかね、コーティング剤などを塗布していきたいと思います。この日は週末ということもあり結構混んでいました。いちご狩りの期間も限られていますし、このご時世外でのイベントしかね行くところがないので結構人がすごかったです。といったところでいちご狩りそっちのけで古いフォードのトラクターこれに興味がいってしまいました。ざっと調べましたが1960年代70年代頃に製造されたモデルだそうです。かわいいディストリビューターとかね見えますね。ちょんちょんとチューブが出ていますが、そしてホーレーと読むんでしょうかのキャブレターも見えます。こういう車を見ていると昔フィアットのスパイダー82年の乗っていたんですけども、なんか懐かしいなと思ってまた買い戻せたらレストアしたいです。はい、いちご狩りしてしまうとね、もう動画の意味がちょっと分かんなくなってしまうので、それは後に回しまして、まずはヒートガンの開封をしていきたいと思います。と言いながら違うもの出てきた。ここカナダバンクーバーに新しくダイソーができまして、ちょっとね高いんですけどね、これだと250円とかそのくらいになってしまうんですが、日本の商品が手に入ります。めちゃくちゃ便利になった。同じくダイソーで今後のためにこんなものもね買いました。はい、そしてこちらブラック&デッカーのヒートガンというか、もうこっち結構もうその段ボールに詰めず、もうねこの商品の箱にペッてステッカー貼ってね、ラベル貼って送るケース結構多いです。まあ環境にはいいんでしょうけどね。ヘッドライトのホバーフィルムに関しては 3M のものをアメリカの Amazon で買ってカナダに今輸入していますが、その施工の際に視聴者さんからヒートガンあった方がいいですよと教えていただきました。ありがとうございます。もう言ったらヘアドライヤーでいけるんじゃねと思われる方もいらっしゃると思いますが、この後簡単にヘアドライヤーとヒートガンの強さの違いちょっとね実験できればと思います。あとK1 チャンネルさんでヒートガンとヘアドライヤーを使った時のフィルムの伸びの違い実験されてましたので参考になると思います。概要欄にリンク貼らせていただきますので、興味のある方はチェックしてみてください。スイッチはとてもシンプル。下側が低音、上側が高音、そして真ん中が停止ボタンになります。ヒートガンを冷ますときもね、この自立してくれるスタンド便利ですよね。そして結構な電力使いますので、この延長ケーブルに関する使用基準があります。ちょっとややこしいので一時停止絞って見ていただければと思いますが、120Vの欄を見て、そして延長ケーブルの長さを確認します。僕が今日使おうと思っているのはこの延長ケーブル、結構シンプルなものでラベルがついていて 4.5 メートルと書いてあります。そしてその下にゲージ16となっています。 AWG という、北米で使われる規格、日本だとスケア
という規格が使われることが多いと思いますが、はい、こちらは16、そして 4.5 メートルの延長コードなので、最大のアンペアは13となっております。そしてマニュアルの方に戻りますと、120V の LAN、そして 7.6 メートル以下の LAN を見ると、ここに該当すると。そしてこの矢印のあるアンペアを見ますと、僕の延長ケーブルの最大は13となっていましたので、この12から16に該当して、このブルーの網掛けになります。そうしますと、延長ケーブルの長さに対応したところ、14AWG 以上のものを使ってくださいとあります。僕の延長ケーブルは 16AWG、これいけると思いますが、実は AWG 数字が大きくなるほどケーブルの配線の太さ細くなるんですよね。というわけで僕の延長コード推奨外ということになります。今回の試運転終わったらもう使わないようにしたいと思います。映像の方は低音モードでやっていました。続いて高音モード。音も割としますね。そして低音モードでも一緒でしたが、もうこれ以上手が近づけられないぐらいむちゃ熱い。自立スタンドを使って冷まそうと思いましたが、一番最初に使ったからでしょうね。ちょっと煙が出てきました。この金属部分についた油分とかがね、蒸発してるんだと思います。一度適正な温度になるともうね、一気に収縮してくれます。今までライターでね、炙ってましたけど、こっちの方が全然楽ですね。はい、ではドライヤーでいけるんじゃねということで、1600W のドライヤー。手はこのぐらいに近づけると、皆さんもご存知のようにね、ドライヤー熱いです。体に近づけて使うものなので、もうクレイジーに熱くなるという感じではないですよね。はい、では収縮チューブ、収縮するのか。最高温度ですが、風速も最大にしてみました。頑張っております。少しずつ収縮している。でもヒートガンに比べると弱いですね。これ以上ヒートガン並みに強かったら髪の毛乾かすのも危ないですからね。はい、こんな感じでしょう。熱が効率よく伝わって早く収縮させることができます。はい、というわけでヒートガンも届きましたし、早くフィルム届かないかなと待ち焦がれているところでございます。今回の動画ここあたりにしたいと思います。参考になったという方はいいねボタン、登録ボタンをお願いいたします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。またお会いしましょう。いちご狩り、すごい人。大混雑の潮干狩り思い出しますね。真っ赤っかでございます。もう先に来た人たちに全部取られてしまったかなと思いましたが、この農園自体もすごく大きくて、まだまだたくさんありました。
もう少しするとブルーベリーの季節になるようなので、その時にねまた戻ってきたいと思います。日本は連休ですね。皆さん良い週末をお過ごしください。